部屋が乱雑だったり頭の中がごちゃごちゃしていると集中して目の前のことに取り組めないですよね。でも毎日の生活で綺麗な状態を維持するのは難しいと思います。やらないといけないことはどんどん増えていくし溜まっていきます。高校時代の物理の授業でエントロピーの法則を習った時、物事は放っておくと全て乱雑になっていく。だから部屋を片付けても時間が経つとすぐに散らかるのだと先生に言われて妙に納得しました。乱雑になっていくことを避けることはできないんです。でもその乱雑さを最小限に抑えることはできます。大事なのは乱雑な状態になってもそれを整理整頓できる仕組みを作っておくことです。今回はその仕組みを集中できる環境の整え方という点からお話ししていこうと思います。まずは整えたい環境が何かを考えて整理していきます。乱雑になりやすい環境を特定していく作業です。普段使う頻度の高いスペースやものは何かを考えてみてください。私の場合はパソコン作業が多いので、パソコン内部の環境やデスク環境を整えておきたいです。また、やらないといけないタスクを書き出してみて、それらのタスクに必要な環境が何かを考えてみるのもおすすめです。このようにして最終的に私が整えたい環境は6つになりました。すべてを見ていくと長くなってしまうので、今回はアイデア整理の環境、物理環境である本の整理、タスクやプロジェクトを管理する環境の3つを皆さんに紹介していきたいと思います。タスクとプロジェクトの管理では、私が使っている Notion のフリーテンプレートを共有しますので、興味のある方はぜひ試しに使ってみてください。ふとした時に思い浮かんだアイデアは Apple のメモ帳に置いています。メモ帳にはプロジェクトや月ごとにフォルダを作ってアイデアを割り振っているのですが、それらをいつ参照すればいいのかがはっきりせず、使いこなせずにいます。そこでまずはそれぞれのフォルダを見直して整理した上で、1月から12月までのフォルダをスマートフォルダという機能を使って作成し、あらかじめ上の方に置いておくことにしました。参照するメモ帳を月ごとに割り振ることで、1月は1月のフォルダだけを確認すればよいので、溜まっていく一方のメモ帳の数に頭が混乱することがなくなります。また、月ごとにメモ帳がまとまっていると、月が変わるときに定期的にメモ帳を整理することができるので便利です。最後に、フォルダに割り振っていないメモ帳も結構溜まっていたので、それらをフォルダに仕分けていきます。フォルダをせっかく作っても割り振らずに放置してしまうと、整理整頓の仕組みがうまく機能しません。なので、この作業はできれば2週間に1回のペースでやっていこうと思います。研究や授業で使う本を出しっぱなしにしてしまい、気がつくと床がだいたいこんな風になっています。使ったらしまえばいいだけじゃんと思われるかもしれませんが、使いたい本が1週間以上必要だったり、今すぐには使わないけれど後々必要になってくる本だったりするので、すぐに本棚にしまうことができないんですよね。一度本棚にしまってしまうと、また探して取り出すのがめんどくさいし、どの本だったか忘れてしまうのも心配で、ついつい出しっぱなしにしてしまうんです。そこで頻繁に使う本と、すぐには使わないけど重要な本を置くスペースを、それぞれ本棚とは別に作りました。日々のタスクは紙の手帳を使って管理しているのですが、プロジェクトごとにタスクを管理して進捗を把握するとなると、紙の手帳だけだと難しいと思います。そこで全体の管理は以前にも紹介した Notion というアプリを使ってやっていきたいと思います。はい、こちらが私が使っている Notion のページのテンプレートになります。リンクは概要欄の方に貼ってありますので、こちらのページを使いたいという方はぜひチェックしてみてください。こちらのテンプレートには3つのページを用意しました。ダッシュボード、プロジェクト、タスク、そしてデイリージャーナル、この3つのページですね。で、まずはプロジェクトタスクのページから見ていきたいと思います。こちらは主にプロジェクトをベースにしたタスクを管理するページになります。皆さんそれぞれいろいろなプロジェクトを持っているかと思いますが、こちらのサンプルページではとりあえずワークプロジェクトとホームプロジェクトという家と仕事、プライベートと仕事っていうこの2つのプロジェクトに大まかに分けてこちらには書いています。
こうやってプロジェクトのジャンルを一覧で見れるような状態にしておくと、複数のプロジェクトが同時進行した時に頭が混乱しなくなるのでおすすめです。で、こちらのプロジェクトの一覧は一つずつこうやってクリックをしていくと、そのプロジェクトのページに飛ぶことができます。で、下のタスクリストなんですけども、まずはテーブルビューがあります。こちらのタスクにそれぞれ紐づいているプロジェクトがあるっていうのが見えると思います。一応プロジェクトに紐づいてないタスクなんかも見れるようにしています。で、こちらにスタートデートと due date っていうのがあるんですけども、こちらは開始する日ですね。で、due date の方が作業をする日になっています。で、なんで開始する日と作業をする日っていうこの2つの日付に分けたかというと、1つのタスクが1日で終わらないっていう場合もあると思うんですね。1日で終わればそれでいいんですけども、例えば1日終わる予定が例えば2日、3日、1週間とかになった時に、最終的にかかった日数を記録しておきたいっていう風になることもあると思うんですね。例えばタスク C だったら開始したのが6日ですと。で、7日、8日と作業を進めているというのがここからわかる。で、こちらのタスクの A も同様ですね。7日から始めて9日まで作業をしている状態っていうのが、こうやって開始の日付と作業する日を分けると分かるので、自分が予定していた時間と実際にかかった時間の差なんかを振り返る際に役立ちます。デッドラインっていうのは締め切りですね。何日までに終わらさなければいけないのかという日にちになります。次がプライオリティ、優先順位なんですけど、私はあんまり個人的にはこちらの欄は使っていないんですが、一応、ミディアム、ハイ、ローと3つの段階、3つのレベルを用意しておきました。で、こちらのノートですね、簡単なメモが書けるような欄もあります。で、こちらがテーブルビューだったんですが、それ以外にも Notion ではいろいろなビューを作ることができて、例えばこちらだったらボードビューになっていますね。看板ボードっていうふうに言われたりもするんですけども、これはプロジェクトごとにタスクが整理されている状態で見ることができます。例えばプロジェクト A であれもやらなきゃって思ったら、ここでパッとタスクを書き入れることができます。これも複数のプロジェクトがあった時に、どのプロジェクトのタスクが今たくさんあるのかとか、どのプロジェクトが今手つけられてないかっていうのが、こういったボードビューだと簡単に確認することができるのでおすすめです。これもサンプルページの中にあるので、よかったら使ってみてください。最後が Done ですね。やったタスクなんかはこちらにアーカイブされていきます。ここにですね、お正月のうちに終わらせるって書いてありますけども、こういう形でノートを使ってもらってもいいのかなというふうに思います。で、今こうやって一気に説明してしまったんですけど、皆さんの中にはノーションって難しそうって思われる方もいるかと思います。でも一応こちらですね、全てサンプルのページで皆さん使うことができるので、とりあえずここから始めてみる。で、他にもいろいろ機能ありますので、それは徐々に使っていくうちに知っていけばいいかなというふうに思います。またニーズがあればライブ配信なんかでこういったノーションのページをどういうふうに作るかを説明することもできますので、もし興味のある方はですね、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。次はデイリージャーナルですね。こちらは比較的シンプルで、日付と曜日、そしてジャーナル、日記ですね、書く欄があります。で、こちらの曜日と日付なんですけども、例えばこういうふうに日付を入力するだけで自動的に曜日が記入されるという設定にしています。なので簡単に記録をしていくことができるんじゃないかと思います。で、今説明したプロジェクトとデイリージャーナル、こちらのページをダッシュボードの方に整理していきます。これがダッシュボードのページになるんですけども、まずこちらの真ん中部分を説明していきますね。まず一番上にあるのがインボックスになります。こちらには日付のないタスクがあります。こちらに書かれているタスクは、先ほど説明したプロジェクトのページのこちらと連携しています。このように日付が入っていないタスクたちがインボックスの中に入っているわけです。で、例えばこちらのタスクをですね、開けて日にちを記入するとします。例えば1月10日に開始するとすると、こんな風にインボックスの中から自動的に消えて、今日は1月7日なので10日は明日ということで、こちらの明日のボックスの中に移動します。こんな風にですね、
タスクが自動的に移動してくれます。これは本当に Notion の一番の強みと言っていいかと思います。で、こちらの欄なんですけども、こちらも先ほどのプロジェクトのページにあったタスクの一覧と連携しています。で、ここではタスクを今日やるタスク、明日やるタスク、昨日やるはずだったタスク、過去1週間でやるタスクで自動的に割り振られて表示されます。例えば昨日やり残したタスクを今日に持っていきたければ、こんな風に簡単に移動することができるので非常に便利です。特に私は一日の中で予定していたタスクを終わらせることというのがほぼほぼないので、このように簡単にタスクが移動できるのはとても助かります。で、例えば昨日やる予定だったタスクが今日に移動しましたと。で、今日移動したことによって今日本来予定していたタスク A ができなそうだなと思ったら、これもまた明日にこんな風に移動することができる。で、そうするとこちらの日付もですね、自動的に変わってくれるんですよね。ここら辺もいちいち紙の手帳だと書き直さなければいけないと思うんですが、それを全部自動でやってくれるので、スムーズにタスクやプロジェクトを管理することができます。で、もし例えば、過去1週間のこの欄ですね、いらないなと思ったら、この3つの丸の部分をクリックするとこうやって隠すことができます。また戻したいときはここに一覧があるので、ここから好きなものを表示すればいいわけです。例えば次の1週間を表示させたいと思ったら、こんな風にすると表示されます。で、例えばもっとシンプルに今日だけのタスクを見たければ、こんな風に今日だけの欄を示すことができます。で、次はデイリージャーナルのところを見ていきたいんですが、こちらの表はですね、先ほどのデイリージャーナルのページと連携しています。で、私はダッシュボードには今日を含めた過去2日間を表示させています。で、これはですね、こちらのフィルターというところをクリックして、デート、日付のところをクリックするとですね、こんな風に日にちを変えることができるんですね。なので、例えば次の日、10日に今度なったら、7日から9日までの表示を8日から10日までの表示にすると、こんな風に自動的に表示が変わってくれます。で、こちらにはまたプロジェクトタスクの表があるんですけれども、プロジェクトのページで見たボードビューですねがここでも見ることができます。テーブルビューもここに一覧が載っています。あとタイムラインも見ることができます。こんな風に1ヶ月の中で今日やらなきゃいけない、明日やらなきゃいけない、昨日、かっこ1週間、そして次の1週間と一覧で見ることができます。で、ここはですね、1ヶ月の範囲で見ることもできれば、1週間の範囲で見ることもできるし、1日の範囲で見ることもできる。いろいろここは変えられるんですが、1ヶ月で大まかに私は見るようにしています。こんな風に必要に応じて見たいビューを何種類もここに置くことができるので、とても使い勝手がいいです。ただ基本的にはプロジェクト管理ということなので、プロジェクトごとにタスクを見ることができるボードビューに基本的にはしています。これがダッシュボードの真ん中の部分ですね。で、横の部分、左右の部分を最後に説明していきたいんですが、こちらは時間、こっちがカレンダーですね。月間カレンダーのページ。で、こちらがですね、1週間のうちの今日が何パーセント進んだか、1ヶ月のうちで今は何パーセント進んだか、そして1年間の中で何パーセント進んだかという、このパーセンテージで示せるような棒グラフをここに置いています。なかなか時間の感覚っていうのは把握しづらいと思うので、こういうパッと見てわかるようなものがダッシュボードに置いてあると、日頃時間を意識しながら過ごせるんじゃないかと思います。で、こちらはナビゲーションとクイックリンクということで、ナビゲーションは先ほどのそのプロジェクトのページやデイリージャーナルのページにアクセスできるようにリンクを置いています。これをクリックするとプロジェクトのページに飛ぶことができます。
で、クイックリンクは外部のリンクですね。これは私が作ったテンプレートになりますので、私の YouTube チャンネルと Instagram、あとは作業配信用の YouTube もやってますので、そちらのリンクを貼っていますが、皆さんが使うときはもちろんその皆さんがよく使うリンクなんかをここに貼り付けることができます。以上がちょっと長くなってしまいましたが、私がプロジェクトタスク管理で使っている Notion のテンプレートになります。これでプロジェクトやタスクの管理環境が整理整頓しやすくなったのではないかと思います。皆さんの参考にもなると嬉しいです。ちなみに Notion では言語を変更することができます。設定の方から英語や日本語、それ以外の言語にも変えることができます。今回は英語で説明しましたが、英語が苦手だなという方も設定を日本語に変更してサンプルページを使うことができますので、試していただけると嬉しいです。